今日も静かな朝が来ました。窓を開けると金木犀の香りがします。ああ、いい香り。72歳、一人暮らし。主人がいなくなってからもう5年になります。毎日同じ時間に起き、同じようにお茶を入れる。これが私の平穏な日常でした。でも最近少しだけジャムの瓶が開きにくくなったんです。あれ？自分の手に力が入らないような、ほんの少しの違和感でした。でも気のせいだと思い、私はまた静かにお茶をすすりました。スーパーへの道が以前より長く感じます。こんなに坂道、急だったかしら。途中で立ち止まる回数が一つまた一つと増えていく。重い買い物袋はもう持てなくなりました。だから買うのはパンと少しの野菜、そして卵だけ。一人だしこれで十分よね。そう自分に言い聞かせていました。家の中でも変化はありました。スリッパを引きずって歩く音、階段を上がる時の手すりを握る力の強さ、立ったり座ったりが少しずつ億劫になっていく。テレビの音も少し大きくなったかもしれません。でもこれが老いというもの、誰もが通る道だと疑いもしませんでした。気づかないうちに私の世界は少しずつ狭くなっていたのです。久しぶりに息子が帰ってきました。母さん、元気？健一の顔を見て安心したのもつかの間、彼の表情が少し曇った気がしました。母さん、少し痩せた？そうかしら。体が軽くなっていいわよ。笑って答えましたが、健一は黙って台所の冷蔵庫を開けました。そこには賞味期限の切れた納豆と半分残った菓子パン。ちゃんと食べてるって言ったじゃないか。健一の声が少し震えていました。ごめんね、一人だと作るのが面倒で。母の背中がいつの間にこんなに小さくなっていたのか。健一は言葉を失ったようでした。かつては私を背負ってくれた大きな母の背中、それが今は風に吹かれれば折れてしまいそうな細い枝のようでした。気づかなくてごめん。息子のその言葉が胸に刺さりました。翌日のことでした。玄関で靴を履こうとした時、バランスを崩しよろけてしまいました。危ない。健一がとっさに支えてくれましたが、私は自分の足に力が全く入らないことに初めて恐怖を感じました。母さん、これはただの年じゃないよ。筋肉が落ちすぎているんだ。気づいた時には遅かったのかもしれない。このまま歩けなくなってしまうのか。暗い海にひり出されたような気持ちでした。でも健一が私の手を強く握ってくれました。まだ間に合うよ。一緒にやろう。その言葉が私の心に火を灯しました。まずは食事から変えよう。健一は私を台所に誘いました。お肉を焼く香ばしい音。母さん、お肉は元気の源だよ。脂身の少ない赤身のお肉や鶏のささみを細かく切って、これなら食べやすいでしょ。野菜と一緒に煮込んでくれました。そして一番大切だと言ったのがタンパク質の摂り方でした。朝食にゆで卵を一つ、おやつには甘いお菓子ではなくチーズやヨーグルトを一度にたくさん食べなくていいから回数を分けて少しずつドロー。
そう教えてくれました。食事だけではありませんでした。次は座ったままでいいから、健一が椅子を指さしました。椅子の背もたれを持って、ゆっくり腰を下ろす。スクワット、たった5回、それだけで私の足はプルプルと震えました。無理しないで、毎日少しずつね。それから毎日続けました。歯を磨きながら、つま先立ちをしたり、テレビを見ながら膝を伸ばしたり、小さな、本当に小さなことですが、生活の中に動きを取り入れました。お味噌汁には豆腐を多めに入れて、お米には少しだけ麦を混ぜて、自分の体をいたわるということを、私は初めて知った気がします。3ヶ月が過ぎた頃でしょうか。あの瓶がすんなりと開いたのです。開いたは一人で声を上げてしまいました。スーパーへの道もいつの間にか立ち止まらずに歩けるようになっていました。重い荷物も少しだけ持てます。久しぶりに健一に電話をしました。健一、私、歩くのが楽しくなったわ。電話の向こうで息子が泣いているのがわかりました。よかった、本当によかった。あの時、息子が気づいてくれなければ、私は今頃どうなっていたでしょう。自分の体を諦めなくてよかった。お母さん、きれいになったね。そう言われて少し照れくさくなりましたが、心の中は春の日だまりのように暖かかったです。気づいた時には遅かった。そう思う瞬間は誰にでもあります。でも手遅れなんて本当はないのかもしれません。今日食べる一口の卵が、今日行う数回の運動が明日の私を作ってくれる。今、私は窓の外を見ています。金木犀の時期は終わりましたが、次は水仙が咲くのが楽しみです。自分の足で一歩一歩季節を感じていきたい。あなたは今日何を召し上がりますか？少しだけ自分を大切にしてみませんか？